巨大商人はどこまで許されたのか。銭や五兵と北前船経済。江戸時代後期、日本海を舞台に一人の商人が圧倒的な影響力を持つようになります。その名は銭や五兵。彼は刀を振るったわけでも国を奪ったわけでもありません。それでも最後は罪人として投獄され、獄中で命を落としました。なぜ一人の商人がここまで恐れられたのか。今日は銭や五兵を善悪で裁くのではなく、信用と経済が大きくなりすぎた時何が起きるのか、その構造を静かに見つめていきます。金沢藩に生まれた商人。銭や五兵は加賀金沢藩の領内に生まれました。もともと社会の外側にいる人物ではありません。家柄としても地域の経済と深く関わり、やがて金沢藩の御用商人として活動するようになります。つまり五兵は秩序の中で認められた商人だったのです。北前船という動く経済。五兵の力の源は北前船でした。北前船はただ荷物を運ぶ船ではありません。港ごとに商品を仕入れ、売り、利益を積み重ねながら航海する。いわば海の上を移動する市場であり、商社であり、そして金融の仕組みでもありました。五兵はこの北前船航路を使い、米、昆布、蝦夷地の産物などを扱いながら金沢藩の経済を大きく支える存在になっていきます。しかしその一方で、北前船が持つ自由に動けるという性質はやがて幕府の管理の外側へと経済を広げていきました。その中で五兵が外国との密貿易に関わっていたのではないかという噂が少しずつ広がっていきます。力が大きくなりすぎた商人。当時外国との交易は幕府によって厳しく管理されていました。その枠を超える行為は単なる商売ではなく政治的な問題でもありました。五兵が実際に密貿易を行っていたのか、それとも巨大な流通網を持つ商人に対する恐れが疑惑として形をとったのか、ここでも真実ははっきりしていません。しかし確かなのは、五兵の経済活動がすでに一藩の商人という枠を超え、幕府の秩序そのものと接触し始めていたということです。商人の信用と影響力がここまで大きくなった時、藩の実権を握る者たちとの間に深い緊張が生まれたのはある意味必然だったのかもしれません。干拓事業と毒の疑惑。追い打ちをかけるように五兵が関わったとされる干拓事業が問題視されます。新たな土地を生み生産を拡大する事業。しかしその過程で毒を流し周囲に
に被害を与えたのではないかという深刻な疑惑が持ち上がります。それは決定的な証拠があった犯罪だったのか、それとも大きくなりすぎた商人を抑えるための口実だったのか。真実は今もはっきりしていません。東国、そして極死。疑惑をきっかけに銭や五平は一気に立場を失います。そして東国、かつて藩の経済を支えた商人は罪人として獄につながれました。ほどなくして五平は獄中で命を落とします。獄死、それは一人の商人の最後であると同時に江戸時代の信用経済が抱えていた限界を示す出来事でした。現代への問い。銭や五平は悪人だったのでしょうか。それとも時代を先に行き過ぎた商人だったのでしょうか。この動画ではその答えを一つに決めません。ただはっきりしていることがあります。信用と経済が大きくなりすぎた時、社会は必ず緊張する。その構造は江戸時代もそして今も変わっていないということです。経済は誰のためにあるのか、そしてそれを制御する責任は誰にあるのか。銭や五平の生涯は私たちに静かに問いかけています。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。